皆さん、こんにちは。たぬきおやじ流、Excel の正しい使い方チャンネルへようこそ。私はご案内役の赤さなです。どうぞよろしくお願いします。今回の動画は、Excel ベーシックシリーズテーブルの基礎ということで、Excel のテーブル機能についてご紹介しましょう。レッツビギン。さあ、始めましょう。Excel の好ましくない使い方。Excel はいろいろなことができるソフトです。それは長所でもありますが、最大の短所でもあります。特に継続し、繰り返され、引き継がれる業務においては、好ましくない Excel の使い方があるんです。では、早速、好ましくない Excel の使い方をご紹介しましょう。Excel の好ましくない使い方。まず最初に、アウトプットの表を作ります。次に、アウトプットの表にデータを入力します。さらに、アウトプットの表に計算式を入力します。そうですよね。まさしく表計算ソフトの使い方なんです。これのどこが好ましくないのかって思いますよね。それは、Excel が歴史を持っているからです。Excel も発売されてすでに30年余り。30年も経つと世の中変わるんですね。時代はビッグデータ、クラウド時代なんです。この時代に、表計算的な使い方は、さすがに時代遅れなんです。その場限りだったらいいんです。ちょっと高級電卓としてなら。でも違うでしょ？業務って継続するんです。そして繰り返され、引き継がれていくんです。そんな継続する業務で表計算的な使い方では、同じことを何度も繰り返さなければならないんです。だから、RPA なんて言い出すんです。そもそも、Excel の使い方を間違っているんです。RPA なんて言う前に、Excel の正しい使い方を勉強してください。幸いにも、Excel には、表計算以外の機能が満載なんです。Excel の機能を正しく使えば、RPA なんて使わなくても、継続し、繰り返される業務に対応した処理を行うことができるのです。ですから、Excel を使うことをやめる必要はないのです。まず、この表計算的な使い方から卒業しましょう。Excel 脳から DX 脳への第一歩は、アウトプットの表にデータをインプットしない。大事なことなので、もう一度言います。アウトプットの表にデータをインプットしてはいけないんです。Excel の正しい使い方。アウトプットの表にデータを入力するという Excel を使って仕事をする方法から、Excel にデータを与えて Excel に仕事をさせる方法に、Excel を正しく使って Excel に仕事をさせるためには、データの流れを意識することが大切です。それは、入力、処理、出力。皆さんの仕事のやり方そのものです。入力では、データを準備します。皆さんが直接入力するかもしれませんし、前のプロセスからデータを受け取るかもしれません。とにかくデータを準備するんです。あとは、Excel に計算や集計をしてもらうんです。そして、それをアウトプットとしてまとめるんです。この動画では、皆さんが Excel に仕事をさせるとき、まず、やるべきデータの準備の、そのデータを管理するテーブル機能についてご紹介していきます。この動画のテーマはテーブルです。そのテーブルに保存するのはデータです。そのテーブルに保存するデータとは何でしょうか？まずはそこから紐解いてみましょう。
データとは、情報の表現であって、伝達、解釈または処理に適するように形式化され、再度情報として解釈できるもの、と定義されています。それではここで質問です。この表はデータですか？そうです。皆さんがよく作るアウトプットの表です。答えは、データです。皆さんは、これらの数字を、情報として解釈できるでしょ？解釈できるからこそ、この表を、アウトプットの表として作っているわけですから、紛れもなくデータですよね。でも、皆さん、Excel は、この数字を皆さんのようには、解釈できないんです。そして、そのことは、皆さんが、一番よくご存知です。なぜなら、皆さんは、これらの数字を使うとき、使いたいセルにイコールを入力して、使いたい数字のセルをクリック。そうです。セル参照を自分でして使っているでしょ？Excel が数字を解釈して使ってくれないから、自分で解釈して使っているわけです。Excel を正しく使えば、これらの数字を Excel が認識して、Excel の機能で処理してくれるんです。これらの数字を使うのに RPA なんて必要ないんです。Excel にとって、この表はデータではないんです。アウトプットの表にデータをインプットするという使い方が間違っているんです。Excel にこれらの数字をデータとして認識させる方法とはどんな方法なのか？その方法を次のページでご紹介しましょう。皆さんが作るアウトプットの表の数字は Excel はデータとして認識できないということは分かっていただけたと思います。では、それらの数字を Excel にデータとして認識させるにはどうすればよいのでしょうか？ Excel にデータとして認識させるには、それは右側の図のようなリスト形式の表にすることなんです。リスト形式の表とは、1行目が見出し行、2行目以降に1データ1行でデータを配置する方法です。このようなリスト形式の表にすることで、9785という数字が2020年度、鈴木さんの関東地区の A 商品の金額と Excel が認識できるわけです。Excel がこれらの数字を認識できれば、これらの数字を Excel の機能を使って処理できるわけです。ただ、このデータを入力して準備するのが面倒なんです。そもそも、皆さんが欲しいのはアウトプットの表ですから。だから、いきなりアウトプットの表を作る方が簡単なんです。でも、ここで言っている Excel の正しい使い方は、継続し、繰り返され、引き継がれる業務での正しい Excel の使い方なんです。このような業務では、いきなりアウトプットの表を作ってしまうと、その業務を繰り返さなければならないんです。だから RPA なんて言い出すんです。Excel がダメだから RPA が必要ではないんです。皆さんの Excel の使い方が間違っているから RPA が必要なんです。そして、このビッグデータ、クラウド時代になり、マイクロソフトも時代に即した機能を Excel に追加しました。それがテーブル機能です。このリスト形式の表には、作る上で、いろいろな、お作法があるんです。でも、そんなこと、知らないですよね。皆さん、いきなりアウトプット族ですから。ですから、お作法を知らない、いきなりアウトプット族の皆さんにも、知らなくても、お作法に沿って、リスト形式の表が作れるように、導入されたのが、テーブル機能と言ってもいいかもしれません。リスト形式の表をテーブルに変換。Excel は、皆さんが作るアウトプットの表をデータとして認識できない。Excel にデータとして認識させるには、データをリスト形式の表にする必要がある。ということは、分かっていただけたと思います。
テーブル機能は、リスト形式の表の作成や管理をサポートする機能です。リスト形式の表を作るには、いくつかのお作法があるんです。それらのお作法を知らなくても、テーブル機能がサポートしてくれます。これからの Excel では、まずデータをテーブルにすること。これがスタートなんです。ですから、ここで、テーブル機能をきっちりマスターしましょう。それでは早速、リスト形式の表をテーブルに変換する手順から確認してみましょう。皆さん、データをテーブルに変換するとき、どうやってますか？ Excel のヘルプには、一つ目の手順として、1、データ内のセルを選択します。と書いてあります。皆さんの一番多い方法は、このようにデータ全体を選択する方法だと思います。でも、皆さん、ヘルプをよく見てください。データ内のセルを選択と書いてあるんです。データ範囲を選択とは書いてないんです。そうなんです。ここでデータ範囲を選択する必要はないんです。テーブルに変換したいデータの中の一つのセルを選択すればいいんです。では実際にやってみますね。データ範囲のどこでも良いので、一つのセルを選択します。挿入タブ、テーブルの順にクリックするか、コントロールキーを押しながら、T キーを押して、テーブルの作成ダイアログボックスが表示され、テーブルに変換するデータ範囲が正しく選択されていると思います。しかし、皆さんのデータで同じことをしても、テーブルに変換したいデータ範囲が正しく選択されないことの方が多いと思います。これが皆さんが普段作っているデータです。実際にやってみますね。データ範囲のどこでも良いので、一つのセルを選択します。コントロールキーを押しながら T キーを押します。すると、テーブルに変換したい範囲以外も選択されてしまいました。このようになる原因は、このデータを作った方が、アクティブセル領域を理解していないからです。それでは、次のページでアクティブセル領域についてお伝えしましょう。Excel の流儀。Excel の並び替え、フィルター、ピボットテーブルなどのコマンドでは、ユーザーが一つのセルのみを選択した場合には、処理の対象範囲を自動的にアクティブセル領域に拡張してから、コマンドを実行するように作られています。そのため、Excel のテーブル作成のヘルプの最初の手順は、1、データ内のセルを選択します。となっているわけです。アクティブセル領域とは、アクティブセルを起点に、空白行、空白列で囲まれた範囲。ユーザーも、コントロールキーとシフトキーを押しながら、アスタリスクキーを押すことで選択できます。また、アクティブセルが、アクティブセル領域内にある状態なら、コントロールキーを押したまま、A のキーを押す、すべてのセルを選択するショートカットキーでも、アクティブセル領域が選択され、もう一度、コントロールキーを押したまま、A のキーを押すことで、すべてのセルの選択が実行されるようになっています。では、実際に Excel の画面での操作をご紹介しましょう。このシートは、先ほどのアクティブセル領域を理解していない方が作ったシートです。それでは、データ範囲内の D10 セルをアクティブセルにして、コントロールキーを押しながら T キーを押してテーブルに変換します。先ほどと同じですね。本来、英語セルから I16 セル範囲をテーブルに変換したいのですが、Excel は A3 セルから I16 セルをアクティブセル領域として認識しました。この結果は、先ほどの説明を聞いた後の皆さんにとっては、当然の結果ですよね。Excel は、アクティブセルを起点に、空白行、空白列で囲まれた範囲を認識したのですから。
アクティブセルを起点に、空白行、空白列で囲まれた範囲をもっと簡単にご紹介しましょう。計7セルをアクティブセルにして、コントロールキーとシフトキーを押しながらアスタリスクキーを押して、アクティブセル領域を選択してみます。押してますよ。そうです。計7セルをアクティブセルにした状態では、計7セル自体が四方を空白行、空白列に囲まれているので、この状態でのアクティブセル領域は、計7セルだけということです。さて、ここまでの話を聞いて、このシートのデータ領域を正しくアクティブセル領域として認識させるには、何をすればよいのかわかりましたか？そうです。5行目を選択して、行を1行挿入すればよいのです。そうすることで、データ範囲が空白行、空白列で囲まれて、正しくアクティブセル領域として認識できるようになるのです。ただ、今回のシートの場合、そのまま5行目に1行挿入すると、4行目のセル書式を引き継いでしまうので、そんな時は、18行目以降のセル書式が設定されていない行をコピーして、5行目を選択して右クリックのコンテキストメニューから、コピーしたセルの挿入を利用した方が良いでしょう。挿入した空白行は、見た目に邪魔ですので、5行目を選択して右クリックのコンテキストメニューから、非表示を選択して、行を見えなくすることをお勧めします。このように、リスト形式の表をテーブルに変換する際には、アクティブセル領域を意識したリスト形式の表にしてから、テーブルに変換することをお勧めします。また、テーブルはこのように、シートの1行目から始まる必要はありません。入力用のテーブルなら、このように、テーブルの上の行を使って、ユーザーに優しいテーブル作成を心がけましょう。ただ、A 列を空白列として開けるのは、たぬき親父はお勧めしません。テーブルは A 列から作りましょう。データモデリング。Excel は、データ範囲の一つのセルを選択することで、アクティブセル領域を認識して、データ範囲を自動認識してくれることは、分かっていただけたと思います。テーブル機能の詳細をご紹介する前に、皆さんに知っておいてほしいことがあります。Excel にデータを認識させるために、テーブルにデータを保存するわけですが、そのテーブルに保存したデータは、その後どうするのですか？そうです。データは分析に利用されるのです。保存して終わりではありませんよね。データを分析に使用するためには、データを分析に適するようにテーブルに保存する必要があります。ですから、テーブルの機能をご紹介する前に、データを分析に適する形に成形する。データモデリングを簡単にご紹介したいと思います。なぜなら、データモデリングを理解することで、分析用のテーブルには2種類のテーブルがあるということがわかり、それにより、これから皆さんがテーブルを設計するとき、どのようなテーブルに分割し、どのような見出しを設定すべきかが理解しやすくなるからです。それでは、データモデリングについて概略だけですがご紹介しましょう。皆さんが業務で手にするデータは、ほとんどの場合、データ分析用の形になっていない。データ分析をするためには、データを分析用に加工したり、整形しなければならない。つまり、データモデリングをする必要があるんです。分析の基本概念。物事は、見る角度によって、その見え方が違う。事実、ファクトの全体像を把握するためには、様々な次元、ディメンションから検証する必要がある。ディメンショナルモデリングとは、ラルフ・キンボール氏によって理論化されたデータ分析のためのモデリング手法。ファクトテーブルを中心に、ディメンションテーブルを周囲に配置するスタースキーマを基本とする。本当に概略だけですが、ディメンショナルモデリングについてご紹介しました。
ここで知ってほしいことは、分析に利用するテーブルには、ファクトテーブルとディメンションテーブルの2種類のテーブルがあるということです。では、ファクトテーブルとディメンションテーブルを具体的に言うと、どのようなテーブルなのでしょうか？ファクトテーブルとディメンションテーブル。スタースキーマを作成するためには、データを分析対象となるファクトテーブルと、分析の断面、切り口となるディメンションテーブルに適切に分けることが重要となります。ここまで、パワー BI 勉強会で、鈴木玲さんが登壇された時の資料を抜粋でお見せしました。データモデリングを正しく説明するには、この後、リレーション、メジャー、ダックスと続くのですが、それは、またの機会にして、ここで、たぬき親父が言いたいことは、インプットデータのテーブルには、ファクトテーブルとディメンションテーブルの2種類のテーブルがあって、ファクトテーブルとは、出来事や状態を記録したデータ。ディメンションテーブルとは、物事を定義したデータであるということです。そして、この後ご紹介するテーブル機能で、テーブルを作成する際に、まず考えるのは、これから作るテーブルに保存するのはマスターデータなのか、トランザクションデータなのかということです。なぜなら、どちらのテーブルを作るかによって、テーブルの見出しが変わってくるからです。例えば、トランザクションデータを保存するテーブルであれば、いつという項目は必須項目ですよね。それに対して、社員番号と氏名のようなマスターデータテーブルの場合は、一般的には、日付の項目は必須ではないですよね。ですから、今後テーブルを作るときには、まず、この2種類のどちらなのかを判断しましょう。間違っても、2つのテーブルの内容をまとめて、1つのテーブルにしてはいけません。テーブルは、パワークエリー、for Excel の機能を使って結合できるのですから。ここまで、データモデリングの話を聞いて、皆さんあることに気がついたと思います。そうなんです。私たち Excel ユーザーは、これまでファクトデータを使って仕事をしてきたんです。データを紐付ける適切な機能がなかったので、当たり前といえば当たり前なのですが、しかし、パワークエリー4 Excel が導入されたので、これからは、ディメンションテーブルが重要になってくるんです。マスターテーブルが最新版に管理され、適切なセキュリティのもと、利用できるようになっていること。これは、これからの企業の基礎体力と言われています。Excel の正しい使い方も、この方向に向かうのは、ごく自然な流れです。ファクトデータからでは、こんなファクトデータから、こんな感じのアウトプットの表を作りたいと思います。関数の得意な方なら、関数を組み合わせて、直接、アウトプットの表を完成させることも可能でしょう。しかし、この業務、来年以降も継続するんです。その時関数が得意な担当者がいれば良いのですが、継続する、このように簡単な集計業務を、関数を組み合わせて、難しい業務にすることはお勧めしません。なぜなら、Excel には、ピボットテーブルというデータを簡単に集計する機能があるからです。ピボットテーブルを使えば、このファクトテーブルから、簡単に集計表を作ることができるんです。と、胸を張りたいところなのですが、このファクトデータからでは、下の図のようなアウトプットの表をピボットテーブルで作ることはできません。ピボットテーブルの限界。先ほどのファクトテーブルをデータソースにピボットテーブルを作成すると、このようなピボットテーブルが表示されます。そうなんです。ピボットテーブルはデータソースに存在するアイテムしか集計対象にできないんです。普通に考えれば当たり前のことなのですが、これを
先ほどのアウトプットの表のように表示するために、皆さんは様々な知恵を絞っていらっしゃいます。例えば、データソースにダミーデータを追加するとか。でも、これからはそんなことする必要はありません。なぜなら、Power Query for Excel が実装されたからです。Power Query はデータモデリングができるんです。分析に適したデータを Power Query でデータモデリングして作れば良いのです。ディメンションテーブルと Power Query。Power Query for Excel の登場によりテーブルを組み合わせてデータを加工できるようになりました。ここでは先ほどのアウトプットの表を完成させるために現在のファクトテーブル以外にディメンションテーブルを準備してPower Query でデータモデリングする考え方を簡単にご紹介します。Power Query の実際の操作手順等については、後日 Power Query for Excel シリーズの動画シリーズを公開予定です。チャンネル登録してお待ちください。まず、今回のアウトプットの表を作るためには、2つのディメンションテーブルが必要になります。1つ目が、アウトプットの表の縦軸となる、対象社員全員の ID と氏名のマスターテーブルです。2つ目が、アウトプットの表の横軸となる、表示対象期間を表す、カレンダーテーブルです。カレンダーテーブルについては、本来、非単位のカレンダーテーブルを用意するのですが、今回は、説明の都合上、月単位のカレンダーテーブルにしています。皆さんが実際に作るときは、非単位のカレンダーテーブルを作ってくださいね。では、次に、これらのテーブルを Power Query を使って組み合わせていく考え方をご紹介します。考え方なので、実際のクエリの作成手順ではありません。ディメンションテーブルである、社員マスター10行とカレンダーマスター12行を掛け算します。すると、全員分のすべての月の行である120行のテーブルが作成されます。この120行が何を意味するのか、それが分かれば締めたものです。そうです。あのアウトプットの表の支払いデータが集計される一つ一つの枠、その数が120なんです。この掛け算によって、この集計枠を準備したということです。あとは、ファクトデータである支払いテーブルのデータを該当する行、集計枠にマージすればよいのですが、今回は説明を簡単にするために、本来、日単位で作るべきカレンダーマスターを月単位で作っていますので、支払いテーブルにも Power Query を使って、月の開始日列を追加して、月の開始日列と ID 列を条件に、マージを行う必要があります。くどいですが、日単位のカレンダーテーブルを作れば、月の開始日列を追加する必要はありませんし、普通はそのようにします。最終的なクエリの結果のテーブルは、同じ人が同じ月に支払い実績があった場合は、行数が120行以上に増えますが、今回は、このクエリの結果をピボットテーブルで合計する前提なので、行数が増えても問題はありません。この程度の集計であれば、この後の加工も Power Query で行い、アウトプットの形でテーブルとして出力することも可能です。その辺の手順は別の動画でご紹介しましょう。このように、ディメンションテーブルであるマスターテーブルにファクトテーブルを組み合わせてデータソースを作ることで、運用時に人の出入りがあれば、社員マスターをメンテナンスすればいいですし、年度の切り替えもカレンダーテーブルに対象年度を追加するだけで済みます。継続し、繰り返される業務には、このような管理がおすすめです。内容がテーブルから大きくずれてしまいましたが、皆さんがこれからテーブルを作る上で、テーブルを正しく分割して作ってほしいので、ファクトテーブルとディメンションテーブルの実例をご紹介しました。
テーブルを1から作る。先ほどは、既存のリスト形式の表をテーブルに変換する方法をご紹介しましたが、ここでは、1からテーブルを作るときの方法と考え方をご紹介しましょう。見出しとデータの種類。テーブルを作るときには、まずそのテーブルが、ファクトテーブルなのか、ディメンションテーブルなのかを考えます。ファクトテーブルは、出来事や状態を記録したデータを保存するテーブルで、トランザクションデータとニアリーイコールです。集計可能な値の項目と、ディメンション側でキーとなる項目で構成されます。ディメンションテーブルは、物事を定義したデータを保存するテーブルで、マスターデータとニアリーイコールです。ファクト側に対応する1位のキー項目と、属性を記述した項目で構成されます。2つのテーブルは、目的が違うので、テーブル構成も違うものとなります。見出しとデータの種類。テーブルの先頭行は、見出し行です。見出し行は、1行で複数行にすることはできません。また、テーブル内では同じ見出しは使えません。なぜなら、見出しは、列を識別する名前だからです。見出しは、半角の英数字で記述することを推奨します。特に、今後マイクロソフト365のシェアポイント、オンライン等のクラウド連携を考えている方は、無用なトラブルを避けるためにも、半角英数字の見出しを使いましょう。テーブルの名前や見出しに半角アンダーバーを除く記号を使うなんて、論外です。見出しとデータの種類。見出しは、分析の際の送別項目です。分析のアウトプットをイメージして、必要な項目を考えましょう。テーブルが、ファクトテーブルなら、5W1H を意識すると、抜け漏れのない項目を設定できます。見出しとデータの種類。テーブル内の最低1列は、すべてのデータがユニークデータになる列を作る。その列を条件に、テーブル内の1行を特定できるから。氏名はユニークデータではない。社員マスターには、社員 ID のようなユニークデータの列が必要。見出しとデータの種類。テキストのディメンションテーブルには ID 番号列を作りましょう。なぜなら、ID で管理すれば、テキストを後から変更できるからです。また、テキストを ID で管理すれば、パワークエリーを使って表示するテキストを日本語、英語のように切り替えて表示することも可能です。見出しとデータの種類。一つの列には、数値、テキスト、日付が混ざってはいけません。見出しをつける際には、その列に保存するデータが、数値なのか、テキストなのか、日付なのかを決めましょう。また、数値の場合は、整数のみを保存するのか、小数を含んで保存するのかを決めましょう。テキストの場合は、全角、半角の使用制限や大文字、小文字の制限なども考える必要があります。また、日付の場合は、シリアル値で保存が鉄則です。2022年8月1日や22、8等の文字列は絶対ダメです。この辺の制限は、テーブル作成後に、データ入力行の1行目に入力規則を設定することを推奨します。寄り道、データの種類。セルに保存できるものには、テキストと数値があります。そして、もう一つ、数値に、日時形式の表示形式を設定した、シリアル値というものがあります。この3つの種類は、セルに値を入力する際に、Excel が自動認識して、それぞれの形式でセルに格納されます。ですから、テーブルの列には、
この3つの種類のデータのいずれかの種類のみのデータが入力されるように見出しを設定する必要があるのです。さらに、データの取得と変換として導入された Power Query for Excel でも、この3つの種類を認識するようになっています。テーブルの見出しを考える際の参考にして、適切な見出しとその列に保存すべきデータの種類を設定してください。不適切な見出し行。2022年8月1日のような日付は見出しではなくデータです。正しいテーブルの見出しとしては、オレンジのテーブルのような見出しを設定します。皆さんがテーブルを作る際には、注意してください。しかし、ブルーのテーブルのようなデータは、実は世界中に溢れています。それは、業務システム等から出力される CSV ファイルのフォーマットです。世界中に溢れているのですから、当然理由があります。それは、昔 Excel は3万数千行の行数しかなかったのです。ちなみに、現在の Excel は104万8576行あるんですよ。それから考えると、3万行という行数がいかに少ないかがわかると思います。そんな少ない行数をカバーするため、世界中が採用したのが、日付を横に伸ばすフォーマットです。そして、そのフォーマットを正しいデータ形式に変換するために、皆さん、苦労していたわけです。でも、もう大丈夫です。パワークエリーには、マウス、ワンクリックで、横に並んだ日付見出しを、列に転換する機能、列のピボット解除が実装されたんです。また、アイテム列のデータを列に転換する機能、列のピボットも実装されています。パワークエリーの詳細については、別動画でご紹介します。お楽しみに。テーブルを一から作る。テーブルの見出しの考え方は理解していただけましたか？ここでは、見出しからテーブルに変換する方法をご紹介しましょう。テーブルに変換。テーブルを作ることを正しく表現すると、セル範囲をテーブルに変換する、と言います。そうなんです。テーブルは、セルに縞模様をつけた範囲ではないんです。テーブルは、セルの上に載ったテーブルオブジェクトであり、セルオブジェクトとは別物なんです。ですから、テーブルオブジェクトとして、テーブル独自の機能や便利な使い方が可能なんです。さらに、ここが、Excel のテーブルの最大のポイントなのですが、皆さんは、テーブル範囲を、普通のセルと同じように操作ができるということです。テーブル範囲を選択すると、テーブルデザインタブが表示され、テーブルの名前やテーブルスタイル等を変更できます。また、ツールグループにある範囲に変換コマンドを使うことで、セル範囲に戻すことも可能です。テーブルに変換する2つの方法。先ほどの見出しの考え方を参考に、見出し行を作ったら、テーブルに変換する方法を2つご紹介しましょう。1、作成した見出しの範囲の中の任意のセルを1つ選択します。1つがポイントですよ。2つ選択してはいけません。次に、ホームタブをクリックして、スタイルグループにあるテーブルとして書式設定をクリックします。すると、テーブルスタイルリストが表示されるので、使用したいスタイルをクリックします。テーブルの作成ダイアログが表示されるので、先頭行をテーブルの見出しとして使用するにチェックを入れて OK をクリックします。これで、お好みのスタイルのテーブルに変換されました。次に2つ目の方法です。1番の手順は同じです。次に、挿入タブをクリックして、テーブルグループにあるテーブルをクリックします。テーブルの作成ダイアログが表示されるので、先頭行を
テーブルの見出しとして使用するにチェックを入れて OK をクリックします。これで、Excel のテーマで指定された規定のスタイルのテーブルに変換されます。余談ですが、テーブルの作成ダイアログの先頭行をテーブルの見出しとして使用するのチェックは、リスト形式の表をテーブルに変換する場合は、Excel がデータを解析して、データが数値だけの列があれば、自動的にチェックを入れてくれます。テーブルスタイル。テーブルデザインタブのテーブルスタイルのその他ボタンをクリックすると、テーブルスタイルリストが展開表示されます。リストの左上の、なし、や、左下のクリアをクリックすると、テーブルスタイルをクリアできます。ただ、色を抜くと、テーブルとセルの識別がわかりにくくなるので、たぬき親父はおすすめしません。テーブルの名前。テーブルの名前は、後から使うので、簡潔でわかりやすい名前を付けましょう。名前の先頭は、TBL などの半角英文字で始めることを強く推奨します。それは、先頭が半角英文字なら、数式オートコンプリートの選択リストに必ず表示されるからです。たぬき親父は、テーブルの名前なので、半角小文字で TBL で始まる名前に統一しています。そもそもの制限事項として、先頭に数字は使えません。空白は使用できません。半角のアンダースコア以外の記号を使うなんて、たぬき親父には信じられません。最後に、Excel が使用している名前は使用できません。あと、たぬき親父は、日本語も使いません。なぜなら、マイクロソフトは日本語が苦手だからです。Excel のテーブルの要素。テーブルには、次の5つの要素を含めることができます。見出し行、縞模様、行、集計列、行の合計、サイズ変更ハンドル。ここでは、この5つの要素についてご紹介しましょう。テーブルの要素、見出し行。規定では、テーブルには見出し行があります。すべてのテーブルの列で、フィルター処理が有効になっているので、テーブルのデータのフィルター処理、または並べ替えを素早く行うことができます。見出し行は、表示、非表示を、リボンのテーブルスタイルのオプショングループで切り替えることができますが、非表示にすると、テーブルの利用に一部制限がかかるので、非表示にしないことをお勧めします。見出し行は、1行、複数行にはできません。複数行の表題を作りたい場合は、10ページを参考にしてください。テーブルに隣接する列に、新たな見出しを入力すると、テーブルは自動拡張して、入力した見出しはテーブルに含まれます。見出し行には、同じ名称は使えません。同じ名称を入力すると、見出しの末尾に連番が付加されて、テーブルの列を識別できるようサポートします。見出し行に空白は使えません。デリートしても、自動で列1などと入力されて、テーブルの列を識別できるようサポートします。見出し行は、列の名前。テーブル範囲を選択した状態で、テーブルを下方向にスクロールすると、見出し行そのものは見えなくなりますが、シートの列番号 A、B、C が見出し行の内容に置き換わって表示されます。これにより、見出しをウィンド枠の固定を使って固定する必要がなく、便利なのですが、ここで大事なことは、シートの列番号の代わりに、テーブルの見出しが表示されるということです。列番号 A、B、C はシートの列の名前です。そこに見出しが表示される意味を理解してください。そうです。見出しはテーブルの列の名前なんです。この後、なるほどと思える内容が出てきます。お楽しみに。
テーブルの要素、縞模様、行。データ範囲の書式設定を、リボンのテーブルスタイルのオプション、グループで変更できます。最初の列、テーブルの1列目の書式設定を適用、または解除します。最後の列、テーブルの最後の列の書式設定を適用、または解除します。縞模様、行、データを読みやすくするため、奇数行と偶数行に交互に網掛けを設定します。縞模様、列、データを読みやすくするため、奇数列と偶数列に交互に網掛けを設定します。縞模様、行はデータ範囲。1データ、1行の法則を厳守。1データは1行でなければなりません。1データが1行だからこそ、奇数行と偶数行に交互に網掛けが設定されるのです。テーブル範囲では、セル結合のコマンドが無効になります。セル結合された範囲をテーブルに変換すると、セル結合は解除されます。そもそも、セル結合は、アウトプットの体裁を整えるための機能なんです。データや計算の範囲では、絶対に使ってはいけない機能なんです。だから使えなくしているわけです。テーブル内での計算。テーブル内の計算には、構造化参照式が利用可能です。構造化参照式の内容については、後ほどご紹介するとして、ここでは、簡単に構造化参照式を入力する方法をご紹介しましょう。その方法は、セル参照を使った入力方法です。Excel の画面で、セル参照を使って構造化参照式を入力してみましょう。今回は、単価に数量をかけて、金額を求める簡単な計算式です。まず、計算式を入力するときには、必ず、半角モードにしてくださいね。次に、計算式を入力したいセルを選択します。選択したセルに、半角のイコールを入力します。次に、左矢印キーを2回押します。これが参照モードでの入力です。すると、セル番地 C2 ではなく、角括弧で囲まれた、アットマークユニットプライスと表示されたと思います。これが、構造化参照式です。ご覧の通り、手入力するには面倒な記述です。ですから、ここで、参照モードでの入力をご紹介しているわけです。次に、掛け算をしたいので、アスタリスクキーを押します。次に、左矢印キーを1回押します。すると、角括弧で囲まれた、アットマーククオンティティと表示されたと思います。これで計算式は完成です。このように、構造化参照式は、手入力より、参照モードの方が簡単に入力できるのです。ぜひ、ご利用ください。テーブルの要素、集計列。テーブル内での計算には、構造化参照式が利用できること。そして、構造化参照式の入力には、参照モードが便利なことをご紹介しましたが、先ほどの説明では、最後にエンターキーを押しませんでした。なぜかというと、テーブルの列に計算式を入力すると、その列は、集計列という特別な列になるからです。百聞は一見にしかず。先ほどの Excel シートで確認してみましょう。せっかくなので、もう一度計算式を入力しますね。計算式を入力したいセルを選択し、半角のイコールを入力。次に、左矢印キーを2回押して、アスタリスクキーを押す。次に、左矢印キーを1回押します。これで準備完了。エンターキーを押して、集計列にします。いかがですか？
入力した計算式が列内のすべてのセルにコピーされました。これが集計列の一つの機能。テーブルでは、列の一つのセルに式を入力することで、そのテーブルの列内の他のすべてのセルに式を直ちに適用する集計列を作成できます。ということです。今回は、一番上の行に計算式を入力しましたが、どの行に計算式を入力しても同じ結果となります。さらに、列内のどこかのセルの計算式を、このように変更して、確定すると、列内のすべてのセルの計算式が変更されます。テーブルは1データ、1行ですから、すべて同じ計算式が入力されているのが普通です。どこか、一つのセルだけ計算式が違っていたら困るのです。そんな間違いも、この機能で防いでくれますね。構造化参照式。構造化参照式の詳細は、別動画でご紹介するとして、ここでは、簡単にご紹介したいと思います。先ほどの Excel のサンプルでは、列名が英語になっていましたが、スペースの都合上、ここでは、日本語の列名で説明させていただきます。構造化参照式では、アットマークの後ろに、列の名前を記述して、全体を各括弧で囲って、一つのセルを表します。通常の計算式のように、セル番地を使った参照と比べると、列の名前を使うことで、計算式の視認性が向上します。そして、アットマークですが、日本語で表すと、この行の、という意味で、上部の計算式を言い換えると、この行の単価、かける、この行の数量、という意味です。さて、なぜこの行のなのか？その理由は簡単です。テーブルは1データ、1行だからです。テーブルの中で他の行と計算をしてはいけないのです。行をまたぐ計算が必要なら、それはテーブルの外で行わなければいけないのです。テーブルはあくまでデータなのですから。集計列の特徴。集計列の計算式は、追加された行に自動拡張するので、計算式を追加行にコピーする必要はありません。この機能を利用すると、データを識別するための定数も、計算式にすることで、集計列になるので、定数を自動表示させて、入力列を減らして入力を簡素化できます。テーブルの要素、集計行。テーブルデザインタブのテーブルデザインオプショングループにある集計行にチェックを入れると、テーブルの一番下に集計行が追加されます。集計行では、オートサムドロップダウンリストから合計や平均などが選択できます。合計や平均などを選択すると、そのセルにはサブトータル関数が挿入されます。サブトータル関数は、引数を変更することで、合計や平均などの計算を行う関数で、その特徴は、フィルターで非表示にした行のデータを除いて計算するということです。また、手動操作で非表示にした行も、計算対象から除外する場合には、第2引数で100番台の番号を使用します。集計行で使われるサブトータル関数の第2引数は、100番台の引数ですので、手動で非表示にした行も計算から除外されます。ちなみに、普通のサム関数やアベレージ関数などは、フィルターで非表示にした行も、手作業で非表示にした行も計算対象に含まれます。と、ここまで紹介しましたが、たぬき親父は、この集計行を使いませんし、皆さんにもお勧めしません。その理由は、そもそも、テーブルはデータを追加していくのが一般的な使い方です。そんなテーブルの最終行に、
集計行が存在したら邪魔なだけです。ですから、集計行は、デフォルトではオフになっているのです。だったら使わない方が良いと思うのです。それに、非表示以外のセルの合計や平均を計算したいのであれば、Excel には、オートカルク機能があります。オートカルクは、ステータスバーを右クリックすると、ステータスバーのユーザー設定で、合計や平均などの6項目が表示可能です。ここでチェックを入れて、数値が入力されたセル範囲を選択すれば、6項目の計算結果が表示されます。ここで表示される計算結果は、非表示のセルは計算対象に含めませんので、結果は集計行と同じです。サイズ変更ハンドル。テーブルの右下にあるサイズ変更ハンドルを使うと、必要なサイズになるようにテーブルをドラッグすることができます。しかし、サイズ変更ハンドルを使わなくても、テーブルは隣接する列に見出しやデータを入力することで、テーブルの列方向のサイズを拡大できますし、テーブルの最終行の1行下にデータを追加すれば、テーブルの行範囲に含めることが可能なので、使う場面がありません。逆に、このハンドルを使って、データの存在しない行を事前に作っておくことは、お勧めしません。新規データは、テーブルの最終行の1行下の行に入力することをお勧めします。テーブルへのデータ入力。テーブルへのデータ入力時のワンポイントや注意事項をご紹介しましょう。データ入力はテーブル外。テーブルにデータを追加するとき、事前にテーブル行を追加してから入力する必要はありません。テーブルの最終行に隣接する行にデータを入力すれば、テーブル範囲が自動拡張され、さらに、書式や集計列も自動適用されます。つまり、テーブルにデータを追加するときは、テーブルの外でデータを入力するということです。このことが何を意味しているか、わかりますか？そうです。テーブルの1列目には、リストから選択する項目は設定できないということです。テーブルの1列目は、日付等のデータを直接入力する項目にする必要があります。そうすれば、2列目以降にある入力規則で設定された、リストから選択する項目も選択可能になるんです。ちょっとしたことですが、運用するには大切なことです。ここで、入力に関するワンポイントを2つ。今日の日付は、コントロールキー、プラス、セミコロンキーで簡単入力。データを1行ごとに入力するときは、セルへの確定は、エンターキーではなく、タブキーで。タブキーなら、右方向に移動して、最後の列で折り返して、次の行の左端のセルに移動してくれます。入力しないという選択肢。全角データは変換間違いのリスクがあります。高木と高木は Excel は別物と判断します。故に全角データを入力することは最低限にしてリスクを減らしたいのです。入力済みデータと同じデータを追加する場合は入力しないという選択肢があります。その方法は入力セルを選択した状態で Alt キーを押しながら下向き矢印キーを押して、ドロップダウンリストから選択の機能を表示して、リストから対象のデータを選択するんです。この方法なら入力しないので、変換リスクはありません。この機能、昔からセルで右クリックして表示するコンテキストメニューの下の方にあった機能です。ご存知でしたか？機能としては、アクティブセル領域内の同じ列に入力された項目をユニークデータのリストとして表示する機能です。前のページの入力規則のように、
事前にリストを作成する必要はなく、列に新規に入力すれば、次からは、それもリストに含まれるというものです。データの整合性を確保。Excel には、データの入力規則という機能があり、入力データを検証することができます。ただし、この機能は、入力を制限する機能で、コピーなどを制限できません。盤石な機能ではありませんが、ないよりはリスクを減らすことが可能です。データの入力規則については、データの基礎動画の31分38秒からのデータ入力用ユーザーインターフェースをご覧ください。テーブルの使い道。テーブルは単体で使うのではなく、組み合わせて使う時代です。その辺のことを簡単にご紹介しましょう。2015年までのテーブルの使い方。2015年までは、テーブルにデータを入力し、そのテーブルをデータソースに、ピボットテーブルを作成する。こんな使い方が、テーブルの使われ方でした。この使い方は、テーブルとピボットテーブル、つまり、インプットとアウトプットが、一つのブック内に存在する使い方でした。なぜ、そうだったかといえば、ブック外のデータを取得する優れた機能がなかったからです。Power Query for Excel の登場。2016年に Excel に Power Query Add-in が提供され、その後、Excel 2016のデータタブに取得と変換グループが追加され、Power Query for Excel が標準機能として利用可能になりました。このことにより、従来のブック内での完結型処理が基本だった Excel が ETL 機能を手に入れ、インプットとアウトプットを分離した処理ができるようになり、さらには、インプットを変換し、インプットを組み合わせることが可能となりました。このように、現在の Excel では、テーブルの重要性が高まり、データは必ずテーブルに入れるという時代になりました。そうなんです。これからは、データはテーブルに入れるんです。データをセルに入力してはいけないんです。ここで、しっかりテーブルを理解して、テーブルを活用しましょう。インプットだけじゃないテーブル。ここまで、テーブルをデータを入力するものとしてご紹介してきましたが、Power Query for Excel の導入で、クエリの結果をシートに展開する際にも利用されるようになりました。挿入タブ、テーブルをクリックして作成したインプット用のテーブルは、デフォルトで青いテーブルが作成されますが、クエリの結果をシートに展開するときに作成されるテーブルは、デフォルトでグリーンのテーブルが作成されます。ということで、テーブル機能は、インプットでも、アウトプットでも、利用される機能になったのです。これからの Excel の正しい使い方。最後に、これからの Excel の正しい使い方について、ご紹介しましょう。最新版 Excel の正しい使い方。これからの Excel の正しい使い方として、一番大切なことは、データをテーブル化することです。そして、そのテーブルをアウトプットと分離して管理することです。なぜなら、その方が、継続し、繰り返され、引き継がれていく業務に適しているからです。そして、現在の Excel は、Power Query for Excel の導入で、それが可能になったのですから、この運用に変えていくべきです。従来の Excel の横に、長い表をテーブルに変えるということは、実際の業務では、抵抗勢力があり、難しいことだと思います。しかし、これからのクラウド時代、データのテーブル化は、避けて通れない道です。Excel 業務が時代に取り残されないためにも、テーブル化を推進しましょう。そこには、きっと、
明るい未来が待っています。たぬき親父流。Excel の正しい使い方チャンネルでは、継続する業務での Excel の正しい使い方を発信しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。また、動画に対するコメントもお待ちしています。さあ、始めよう。